ハローエブリワン。今日はアメリカのネバダ州に来ました。ネバダといえば、フーバーダムやラスベガスが有名ですね。今日はそのラスベガスから北東に20キロの場所にあるネリス空軍基地にお邪魔したいと思います。ネリス空軍基地は、大戦時に射爆撃演習場として建設されて、今も各種演習に使用されています。それでは基地内を見学していきましょう。まずは鉄板の F15 と F16 がいますね。F16 のアグレッサー部隊もいますね。KC も常駐してます。お、ストライクイーグルだ。ちょっと見てみましょう。F15E は複座型で、後席は並走システムを担当するそうです。ハットが大きいですね。全後席ともグラスコックピットになってます。アンテナの形が違いますね。そしてなんといっても特徴的なのが、このコンフォーマルタンク。迫力ありますね。機体構造の 60% が再設計されて、並走搭載量が大幅に増加しています。太平洋戦争で空の要塞と言われた B29 爆撃機よりも多く積めるそうですよ。コンフォーマルタンクは左右で約14000ポンドの燃料が入ります。というわけで、ストライクイーグルでした。しかし、今回は何といっても、FA18 ホーネット。いやー、かっこいいですね。F15 と比べるとかなり小柄なことがわかります。では、近くで見てみましょう。まずはおなじみ、M61 バルカンですね。真正面にあるんですね。装弾数は570発と若干少なめ。F15 は940発でしたね。ノーズギアです。艦載機なので発艦時にカタパルトのシャトルをかけるローンチバーがあります。なんだかランディングギアは見入ってしまいますね。足フェチでしょうか。そしてこの走行用ラダーが収納式なんですね。画期的です。ストレーキにしまえちゃうんですよね。インテークです。F15 のような可変インテークではないですね。前方には境界層の乱流を取り込まないためのスプレッダープレートがついてます。下から見るとこんな感じです。機体表面の乱流を分離して空気をスムーズに取り込みます。メインランディングギアは開発当初は直立していたらしいのですが、艦載機として開発が進み、L 型のトレーリングアーム式になったそうです。これによりタイヤの位置がかなり後方になり、離陸時の機種上げが困難になったため、垂直尾翼の角度をさらに倒し、離陸時にラダーを内側に向けることで機種上げモーメントを稼ぐという設計になりました。後方にはアレスティングフックがありますね。このフックで20トン近くある機体を一気に停止させるんですね。ウイングフォルドされてますね。艦載機には必須な機構なんですね。翼には前縁フラップがあり、アップとダウンの2ポジションとなってます。FA18 のエルロンはフラップと連動していて、日本ではフラッペロン、海軍ではドループエルロンとも呼ばれます。後縁フラップは3ポジションとなってます。斜めの垂直尾翼です。かっこいいですね。F18 の特徴の一つですね。操縦系統はフライバイワイヤーを採用していて、バックアップとして機械的リンケージで繋がっています。フライバイワイヤーは電気信号により各画面をコントロールするシステムで、パイロットの入力に対しコンピューターが最適に制御するものです。スピードブレーキは後方にあり、6G 以上もしくは AOA28 度以上で自動的に収納されます。このアンテナは何でしょうね。コックピットです。搭載機器はかなり電子化されていて、
操縦時間より各種コンピュータの操作時間の方が長いと言われています。キャノピーのアクチュエーターが独特ですね。動きを見てみましょう。マニアックアングルでした。最後に兵装を見てみましょう。FA-18 は対空ミサイルからロケット、爆弾、対地対艦ミサイルまで運用することができます。小柄なのにすごいですよね。しかも艦載機ですよ。それでは、今日は FA-18 ホーネットのエンジン始動手順を勉強してきたので実際に回していきたいと思います。HMD ヘルメットをかぶって行ってきます。おお、やっぱりグラスコックピットは先進的でかっこいいですね。振り向くとこんな感じですね。ワクワクしますね。では、エンジン始動していきます。まずは射出座席の安全装置を解除しましょう。LR のジェネスイッチがオンになってるのを確認して、バッテリースイッチオン。バッテリーは便利ですよね。ファイヤーワーニングテスト。火災警報系統の点検です。警報灯とボイスの点検をします。この警報音声の主はビッチンベティと呼ばれている方だそうですよ。頭のビッチンはおしゃべりなみたいな意味でこの愛称で親しまれてるそうです。さながら厳しい女性教師のような声でベテランパイロットにも恐れられてるらしいですよ。APU スイッチオン。APU のバキューム圧が使われたので低圧警報が点灯します。30秒以内に APU のグリーンライトが点灯します。APU レディーライト点灯。こちらにエンジン諸元と燃料諸元が表示されます。エンジン諸元は上から回転数、EGT、フューエルフロー、ノズルポジション、オイルプレッシャーとなってます。それでは右エンジンをスタートしますよ。エンジンクランクスイッチ、ライト。右エンジンが回り始めます。オイルプレッシャー上昇。始動時の EGT 制限値は700度。15% スロットルアイドル。EGT が上昇してライトオフが確認できました。ちなみに、ライトオフって言葉は、英語だとつけたり消したりとややこしいですね。40%、50%、60%、65%、アイドル、マックス EGT550 度。右エンジンが始動するとお決まりのベティの声が流れます。ここからちょっと忙しいです。左右の DDI とパッド、下の MPCD のパワーを入れていきます。ノブをデイまたはブライトにします。はい、これで各ディスプレイの電源が入りました。F15 乗りからすると、この辺からパニックになりそうですね。まずは、左 DDI のサポートメニューから FCS を選択して、操縦系統の情報画面を表示します。画面の信号異常を示す×印が表示されているので、FCS のリセットボタンを押します。×印が消えたのを確認。スタビトリムがノーズダウン方向に2度になってます。テイクオフトリムスイッチを押して、アップ12度になるのを確認。フラッグをオートにします。テールエッジ、リーディングエッジともに0度になりました。上がってますね。次に FCS のビットチェックを実施します。右 DDI を FCS のビット画面にして、右サイドウォールにある FCS-OSB スイッチを上に保持しながら、DDI の FCS を選択すると操縦系統のビットが始まります。
画面が自動で動いているのがわかります。FCS ビットの完了音が鳴りました。表示も5になりました。次に、IMS のアラインですね。見やすくするために、HSI のマップ表示を消しておきます。IMS セレクトノブをグランドにします。レーダーもスタンバイにしておきましょう。すると、HSI にアラインが開始されたことを示すカウントが表示されます。このストアードヘディングオプションを利用すると、以前の位置情報を利用して通常8分かかるところを1分半で完了できます。F18 のブリードエアの系統上、バルブを開かせるためブリードエアセレクトノブを1回転させる必要があります。ここには未完了のステータスが表示されています。マスターコーションをリセットした後にもう1回押すと未了ステータスが整頓されます。さて、やっと左エンジンに来ました。エンジンクランクスイッチ、レフト。同様にエンジンステータスを監視します。オイルプレッシャー上昇。15%、スロットルアイドル。ライトオフ。30%。40%。50。60。65% アイドル。マックス EGD530 度。やっとボスエンジンが立ち上がりました。APU スイッチオフ。F18 はオボブスなのでスイッチをオンにします。ポジションライト点灯。昼なのでフォーメーションライトはいりませんね。フラップを離陸時のハーフにします。これからの設定は必要に応じて行ってください。左 DDI をデータリンクを表示できる SA にします。ウィンドフューエルを設定します。これにより、残燃料が設定した値になるとベティが知らせてくれます。Bingo! Bingo! これがデータリンクですね。データリンクは滝や地上レーダーからの敵味方の情報を共有できる現代では必須な機能です。帰ってこれないと困るので多感を設定します。セットすると SA と HSI 画面に多感の方向と距離が表示されます。HSI の多感を選択するとパッドの方位指示に多感方向のインジケーターが表示されます。そういえば IMS のアラインが OK になってるので、IMS ノブをナビにして、ついでにレーダーもオペレートにしましょう。そうそう、スタンバイ AI のロックを解除します。あとは、右 DDI はレーダーにしておきましょう。当然、地上では動きませんのでご安心を。あとは、飛ぶにあたっては、特にないですかね。お、キャノピー閉め忘れてましたね。スイッチはここです。電動はいいですね。ステータスがクリアになりました。これで飛ぶ準備は満タンです。各ディスプレイは他にもいろんな情報を表示させることができるんですよ。武装関係を表示したり、HUD表示にしたり、現在の機体荷重を見てテイクオフトリム角を確認したり、エンジン諸変を表示したり、燃料諸変、
あとは、ADI、RWR、RWR のインジケーターはここにあるんですが、パワースイッチはここにあります。18の RWR は音が面白いんですよ。ビットチェックしてみましょう。なんかインベーダーゲームみたい。まだまだ表示も機能もたくさんあるんですけど、覚えきれませんね。当分戦えないな。そうそう、ウイング畳んでみましょう。ほらすごいでしょう。自衛隊の F4 は何人かで手で持ち上げてましたね。油圧は偉大。ウイングアンロックってステータスに出ますね。展開。かっこいい。あと、パーキングブレーキがあるのでタキシング前に解除してくださいね。こんな感じですかね。至らない点は多々あると思いますが、私のスタートアップの説明は以上になります。F18 に使用されている射出座席はマーチンベーカーのマーク14です。マーチンベーカーはイギリスの会社で、大戦中から射出座席の開発を行っていて、F4 でもマーク7が使用されていましたね。F35 もマーチンベーカーのシートですよ。現代の射出座席は00射出といって高度0、速度0であっても機体からの脱出が可能になっています。ですが、射出時には 20G 近くの荷重がかかり、姿勢が悪いと脊髄が押しつぶされたり、高速時には風圧で全身複雑骨折となったりする危険があります。それでは、早速飛んでいきたいと思います。UG11 リクエストテイクオフ。UG11 クリアードフォーテイクオフ。タカちゃん、行きまーす。あー、気持ちいい。おっとっと、危ない。いやー、いい座席ですね。